日の敵スマートフォンは今日の友にできるんです。はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。皆さん通学時間ってどういう風に過ごしていますかね。緊急事態宣言も解除されまして学校も再開した方も多いんじゃないでしょうか。となってくると大事になってくるのが通学時間の使い方なんですね。これ冷静にめっちゃ多いんですよ。だってこれ例えば1日30分の通学時間だったとしてもこれ1年かけたらだいたい 182.5 時間、実にですね7日半も通学に時間を費やしてるってことになるんですよ。7日半ですよ。丸々7日半勉強してたら相当こなせますよ。この通学時間をですねいかに有効活用するかについて話していこうと思うんですけど、僕自身ですねだいたい往復3時間の距離を10年間通い続けたのでかなりですね通学時間の使い方については熟知していますね。ということで僕自身の体験談も踏まえて話していきます。そもそも通学を要素分解していくと電車に乗るまでの、歩き時間だったり自転車の時間だったりっていうのと電車に乗ってる時間っていうものがあると思うんですね。ということで初めに電車に乗るまでの時間、実はですね何気なく家から最寄りの駅まで歩いたり、自転車乗ったりすると思うんですけどここでも実は勉強できるんですよ。そのですね何気ない時間も実は1年とかね積み重ねていったら膨大な時間なのでぜひ有効活用してほしいんですけど、どういうふうに有効活用していけばいいかっていうと、その家を出る前に単語をだいたい 4,5 個ですね頭に入れて、で通学中にずっとそれを反芻すると、英単語でもいいし一問一答系の知識系でも OK。 これを毎日やるだけですねもう膨大な量になりますね。たった1日5単語だとしても ×365 で1825単語、実にですね大学受験に必要な英単語量になるんですよ。他にはですね例えば家を出る前に数学の応用問題1問だけですね覚えて、散歩しながら、散歩っていうか、通学ですね、通学しながら頭の中で、これああやって解くのかなこうやって解くのかなっていう風に考えながら通学することもいいと思います。これですね友達がそれやってたらいやこいつそりゃ勉強できるようになるわっていう風になるじゃないですか。こんな感じですね。ライバルがもしこういう風にしてたらこれはかなわんなっていうことを自分がやるっていうね、そういう風に考えてみるとすごくですねいいんじゃないかなと思います。僕自身それしてたらですね、高校1年生の時点でもう大学受験用の英単語帳は1冊丸々覚えてましたね。次にですね電車の中でどういう風に勉強していけばいいか。電車の中っていろいろ状況がありまして、もしですよ1時間ぐらいある距離でしかもゆっくり座れるんだとしたらぶっちゃけ何やってもらっても大丈夫です。極論ですねノートとか広げてもう学校の宿題とかやってもらっても大丈夫。今回はそういった場合ではなく、例えばすぐ乗り換えるよみたいなねすごい短い時間の勉強だったり、あとは満員電車で参考書が開けないよっていう場合にどう勉強していけばいいのか、そしてそれをどのように勉強していけばいいのかについて話していこうと思います。まずですね何を勉強していけばいいかっていうことについてはズバリですねもう知識系ですね。知識系の中でもつながりっていうものを意識しなくていい一問一答系、あとはですね英単語みたいなものですね。じゃあなぜ知識系がいいかというと、例えばですね、数学とか日本史とかいろいろ勉強ってあるじゃないですか。そのいろいろある勉強の全てに通ずる大事なことって全体像を把握するってことなんですね。だからある知識があってある知識があってそれらがですね独立の状態で覚えているっていうわけではなく、しっかりとその知識と知識がつながっている、その全体像っていうものがしっかりと分かっているっていう状態で勉強を進めていくっていうのがすごく望ましいと。だとすると1日教科書1ページずつ進めていくみたいな方法はあまり望ましくないんですね。大事なのは章全体にわたってどういう流れでストーリーが進んでいったのかっていうことなので、結構ですね本腰入れて時間かけてバーッと勉強していった方が効率いいんですよ。さらにですね数学とかは特に手を動かしながらやっていきたいわけですよね。だから満員電車では勉強できないんですよ。だから流れを必要としない一問一答系の知識だったり、あとは英単語みたいに日本語訳と英語訳があって1対1で対応させていけばいい、そういう流れを必要としないものを勉強していくのがすごくいいわけです。ただですねある程度もう全体像が分かってるよっていう方はですね、そういう全体像チェックっていうものを例えば乗り換えまでの時間の10分間でやるとすごく有効なんですね。
例えば教科書の平安時代に何があったかとかね、それをバーッと全体像を見ていくとか、あとは2次関数の問題こうやってアプローチしていくよねっていうのをバーッとですね体系的に見ていくっていうことをするのはすごく有効です。その理由としてはですね、簡単に言うと乗り換えの時にアウトプットができるからなんですよ。これですね、乗り換えの時間って、無駄な時間のように思えて、実はですねめちゃめちゃ勉強時間になりうるんですよ。だって電車に乗るまでの時間、自転車の時間とかですね、その自転車の時間に何かしらの単語を反数しながらすれば勉強時間になると。それと全く同じ理由で、その乗り換えの時間もある程度、電車の中で抑えた知識だったり詰め込んだ知識っていうものを頭の中で思い浮かべながら乗り換えれば勉強時間になると。だから電車を降りる直前に単語4個ぐらい詰め込んだりすると、すごくねその時間も有効活用できるわけですね。そしてさっき言った全体像チェックっていうのがなぜ有効かというと、そのですね全体像っていうのはインプットするだけじゃ意味なくて、ここっていうのはああいうのがあって、その次にああいう話があってこういうことになったんだっていうその流れをですね自分の言葉でアウトプット、要は人に説明できるようになって初めて意味をなしてくるんですね。そこで電車の中でインプットした全体像を例えば乗り換えの時間とかに頭の中で、だから結局ああいうことがあってこういうことがあるっていうのがあそこの全体像だったなっていうふうにアウトプット、人に説明するっていうことができるんですよ。まとめると、流れを意識しなくていい一問一答系の勉強、そして場合によっては全体像のインプット、これをコツコツ続けるだけで周りのライバルと大きく差をつけられます。じゃあ最後にどうやって勉強していけばいいのか。いろいろ勉強法あるんですけど、僕が実際にやって超良かった勉強法を一つ紹介しますね。それはズバリスマホを利用しようということなんですね。スマホって勉強の邪魔になるものじゃんっていう風に思われがちなんですけど、これですね逆にうまく利用してあげると逆に勉強しやすくなるわけですよ。昨日の敵スマートフォンは今日の友にできるんです。じゃあどういう風に活用していくか。僕はですね、司法試験の勉強中大量に覚えなきゃいけないことがあったんですよ。その覚えなきゃいけないことをですね、スマホでパシャパシャと写真を撮ってカメラロールに保存するんですね。そこで勉強用の専用フォルダ、僕自身は憲法、民法、刑法みたいな感じでいろんなフォルダを作ってたんですけど、そのフォルダに振り分けると。そして通学の時間とかにそのスマホの画像フォルダからひたすらその写真を撮ったものを見返していくと。これの何がいいかっていうとですね、要はスマホがいじれればいいので満員電車でも大丈夫っていうことがありますね。さらにですね、なんだかんだ写真撮るのってちょっとめんどくさいじゃないですか。だから自分にとって本当に押さえなきゃいけないとこだけが画像フォルダに溜まっていくんですよ。そしてなんなら復習していく中でこれはもうチェックしなくていいだろうっていうものはその都度その都度消去できる。つまりその画像フォルダが本当に自分が押さえなきゃいけなくて、かつ抜け落ちてる知識だけがどんどん溜まっていく。そうすると画像フォルダが自分だけの最強チェックシートになるわけなんですね。ここでですね1個だけ注意があるとすれば、必ずですね機内モードにしましょう。もう SNS の通知が来た瞬間ですね、集中力が途切れてしまうので。僕自身はですね、実は別のですね iPad とかで撮影してやってて、そこには LINE アプリとかを入れなかったので、そういう通知とかね、SNS を見ちゃうっていう心配はないようにしてましたね。ただうまく使えばスマホも勉強の助けになるんです。というわけで今回通学中の勉強法について話してきたんですけど、スターディもですね YouTube 見てためになる動画たくさん上げてるので、ぜひ通学時間中に見てみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。